こんにちは。DLC で追加された地変、大空洞。本マップのギミック、共鳴する結晶の配置場所を確認していきます。配置場所の確認の前に大空洞について軽く解説。マップの特徴として中央付近の場所に大結晶が配置されています。大結晶はエリアに点在している共鳴する結晶を一定数破壊することで壊すことができます。破壊に必要な結晶の数はソロなら3個、マルチなら4個です。破壊した大結晶を調べると大空洞の恩恵というバフを得ることができます。効果は結晶の磁気の無効と聖杯分の残数がゼロになった時にアーツゲージが最大まで溜まります。結晶の磁気は東の地下砦西の地下砦に近づくと発現するデバフです。これらの拠点に向かう前に大結晶を破壊して恩恵を得るのが攻略の基本的な流れになるのかなと思います。次は本題の共鳴する結晶の配置を確認していきます。共鳴する結晶の配置について、前提として本マップは地図上で2つの層に分かれて表示されます。今映っているのがマップ1層目の共鳴する結晶の配置です。全部で14箇所あります。そしてこちらがマップ2層目の配置。全部で7箇所あります。以上計21箇所の中からランダムに結晶が配置されます。では実際に結晶の配置を確認していきます。画面の割り振った番号順に見ていきます。では1番目の結晶から、最初の効果が北東の場合最も近くに配置されている結晶です。2番は北東の大境界から霊気流で東方向に飛んだ先にあります。境界から段差を登って向かうこともできます。2番の結晶は出現しているかどうかを下から見て確認することができます。3番は大境界の先にある霊気流から段差を降りていった場所にあります。4は3から東方向に進んだ先、境界の目の前の位置にあります。4が出現しているかは遠くからでも確認できます。5は祝福から壁沿いを左に進んだ先にあります。6はこの場所から出現しているかどうかを確認できます。この結晶からすぐ近くにフィールドボスがいます。7は霊陽の止まり木付近から斜め下を見れば出現しているかを確認できます。8、9
19、霊気流を使う場合のルートから。西側から向かう場合、こちらは霊気流を使用しません。10、奥まった場所にあります。決勝の前にボスがいます。右の通路を降りていった先に霊陽の止まり木があります。11、霊陽の止まり木から一段降りた場所にあります。付近にフィールドボスがいるので見つかりたくないときは少し注意。12、最初の効果が南の場合最も近くに配置されている結晶です。13、12から西に少し進んだ先にあります。なお降下先が海霊兵がいる南西だった場合、東側を向けば結晶の有無がわかります。こちら側から向かう場合は霊気流を利用すれば結晶まで移動できます。14、遺跡からすぐ近くの場所にあります。遺跡近くの霊気流から結晶まで移動できます。結晶付近には自敗の眷属が配置されているので気をつけましょう。15は遺跡内にあります。この場所には14で使用した霊気流から向かうこともできます。16、付近にフィールドボスが配置されています。17、17には遺跡から北にある霊気流から向かうこともできます。ちなみに17と16は遺跡から出現しているかを確認できます。ただ遺跡が最域の場合だと結晶の姿が見えづらくなります。遺跡から下に降りれば視認性は戻ります。18、19、
近にフィールドボスが配置されています。20、崖沿いの道の途中にあります。20が出現しているかは北側から確認することもできます。21、付近にいるフィールドボスに気づかれやすいです。表明する結晶の配置場所の確認は以上になります。おまけ、霊陽を利用して大結晶の恩恵の場所まで飛んでいくことができます。南と南西のどちらの霊陽からでも到着できます。恩恵の回収に向かうときに便利かもしれません。ここまでのご視聴ありがとうございました。